はいどうも、ストックロクです。今日はですね、レゴポイントさんから提供していただきましたミラコ 3D スキャナー、こちらを紹介していきたいと思います。なんかね、とんでもないものが届きましたね。3D スキャナー、もともと興味はあったんですけど、実際に使ってみるっていうのはね、初めてになります。なので、あんまり専門的なことはね、ご紹介できないかもしれないんですけど、初心者が使ってどうなるのか、そのあたりをね、注目して見ていただければなと思います。ではね、早速中身開けていきたいと思います。なかなか開けさせてくれないですね。よよよよよよよいしょ。おお、すごいな。なんか専用のバッグついてるんだね。もう全然ね、中身も把握してないままね、紹介します。よいしょ。バッグっていうか、これ中入ってそうだな。新品の匂いがする。これでどこでも持ち運べるって感じですね。こっちは小物だ。はい、まずターンテーブルですかね。電動で動く感じのターンテーブルになります。それと変換できる電源プラグって感じなんですかね。日本版では代わりに 65W の USB 充電器が入っています。多分ストラップ、ちょっとなんかおしゃれな感じですね。はい。とこれは USB Type-C、Type-A のケーブルですね。とクリーニングクロス。はいはい。カメラ三脚ですね。これ閉じてこんな感じで持って使うこともできるタイプだと思うんですけど、バッグに入ってるのは以上ですね。続いてこっちドン。なんだ、この中にもなんか入ってますね。よいしょ。引くやつかな、これマーカーボードっていうんですかね。キャリブレーションボード、近景カメラ用キャリブレーションボードということで2枚入ってんのかな。あとは説明書、クイックスタートガイド。これちゃんと日本語で書いてんのかな。日本語ページはなさそうかな。はい、全部ね英語で書いてますね。結構敷居が高いかもしれない。それと多分保証書、マーカー付きのパッド、マーカーと、あとマーカーのシートが入ってますね。円形用のマーカーシート、ニアモード、これは近景用のマーカーシートですかね。なんか見とる。びっくりした。なんかこっち見てますね。これ何なんですかね。これなんかサンプルなんですかね。どうしよう。じゃあ名前ボブにしますか。はい、ボブ。またケーブルが出てきました。これは何ケーブルだ。こっちはねタイプ C のケーブルですね。そして最後に来ましたね。これが本体になるのかな。うわ、すっご。はい、来ました。こちらがミラコ本体になります。すごいね。なんか大きいカメラみたい。こっち側はもう全部液晶、6インチの液晶がもうボコッとついてる感じですね。これフリップしそうだな。こんな感じで、いやもうこれカメラやん。要はこんな感じで自撮りもできるって感じなんですかね。はい、ということで内容物はこんな感じです。もう画面に収まらないぐらいかなりのね付属品がありますね。とりあえずね、本体充電式みたいなので充電してからスタートっていう感じになると思うんですけど、その後はねいろんなものをスキャンしてまずは楽しんでみようかなと思います。USB Type-C のケーブルですね。これで充電していくみたいです。どこに挿すんだろうな。ここだ。あった。ここに USB Type-C のポートがあるので、ここに挿していくって感じですね。では反対側のケーブルを挿してみます。よいしょ。ついた。こっち見せておいてよかったですね。今 71% 充電中でございます。とりあえずねマックスになるまで充電したいと思います。ってことで早速電源入れてみます。電源はねここですね。ここを長押しします。なんかかっこいいですね。メカメカしい感じですね。これ本当は PC とかにつないで画面を見せれた方が良かったのかな。いいや。こんな感じで見せながらやっていきます。言語、日本語あるじゃん。日本語を選んでいきましょう。説明書はね日本語なかったんですけどね。で Wi-Fi に接続。これはちょっとこっちの方で接続します。はい、タイムゾーンの選択ですね。タイムゾーン日本を選びまして東京になりましたね。日付と時間、これはね自動でいいかなと思います。ポリシーと規約、同意して次へですね。この辺はなんか説明なんでちょっと見たいと思います。円形近景モードの切り替え、ワンタップで切り替えられるよっていうことと、次は写真測量モード。写真測量モードでスキャンする場合、隣り合ったフレームが 50% 以上重なり合うようにうんちゃらかんちゃらって感じですね。要は写真を撮るようにスキャンできるってことだと思います。プロジェクトについて、一つのプロジェクトに複数のモデルを作成および管理することができますと。後処理、スキャン完了後モデルアイコンをタップすると、要はこの本体でテクスチャ関係を管理できる、メッシュ化もできるみたいな感じなのかな。
要は普通のスキャナーってパソコンに接続してね、いろいろ処理しなきゃいけなかったものが、このミラコの場合はこっちの方でもう一括で編集までできるっていうことですね。素晴らしいと思います。じゃあミラコに入る、ポン、ロード中。こんな感じでいろいろとね、日本語で出てくれますんで、説明書は英語だけど本体がめちゃめちゃ親切ですね。これを読んで一通りこなしていけばそれなりに使えるようになるのかなと思います。ってことで、キリがないので最初の設定画面の説明は以上にします。早速なんですけど、朗報ですね。これ上から下にスワイプするとメニューが表示されるんですけど、ここにね、画面録画のボタンがありますね。画面キャプチャもあるし、なので画面録画しながらスキャンすれば皆さんにちゃんとしたこっちの画面をね、お伝えできるかなと思いますんで、これはね、すごくいい機能だと思います。で、最初の説明を見たんですけど、まず最初にやった方がいいなと思ったのはこのソフトウェアの更新ですね。設定にソフトウェアの更新があるので、これは最初にやっちゃった方がいいかなと思います。ただ今私の場合は最新のバージョンになってますね。で、本体のストレージ容量なんですけど、ここにある通りね 256GB でした。で、最初にシステムが入ってると思うんですけど、それが 20.8GB 最初から入ってます。なので使えるのが実質 230GB ぐらいかな。で、ラムは今回 16GB っていうことで、これ 32GB のプロモデルもあるみたいなんで、プロモデルの方が CPU なのかな、なんか中に入ってる頭脳の部分もね、高速なもの入ってるみたいなんで、気になる方はね、そっちを選んでもいいかもしれません。今回はこの 16GB タイプってことです。今ね、とりあえずこのボブをスキャンする準備をしました。まずね、黒い USB ケーブル、これはターンテーブル用の電源ケーブルでした。これをターンテーブルに挿して電源オンにするとターンテーブルが回ります。で、今早速この画面の方を見てほしいんですけど、この上のところですね、上に今ベストのところに緑のなみなみが出てると思うんですけど、要はこのスキャンするものですね、こいつが近すぎると近すぎる、だからダメ、離れすぎると遠くてダメと、はい、そんな感じでちゃんとこのね、距離をね、測ってくれてるというか、これをベストまたは良いの位置に合わせますと。今近景モードになってるんですけど、この近景ってとこポチッと押すと円形モードに切り替え中ってことで、大きいものをねスキャンする時にこのモードにするっていう感じですね。で、今これだともう完全に近すぎるような状態になってるので、もう一回戻しますけど、これもねワンタッチで変えることができますし、事細かくね設定もあるので、まだ全然ね使いこなせてないんですけど、とりあえず精度高精度でトラッキング特徴、これでいいのかな、対象物は一般ですと。で、カラーはとりあえず今選択してないので白黒で出てますね。今回は白一色なので特にカラーはしなくていいかなということで、とりあえずこのままスキャン開始してみたいと思います。いくぞ、ポン。おー、めちゃくちゃすげえ。これどのタイミングで止めればいいんだろう。とりあえず一周したら止めればいいのかな。一周したよね、よくわかんねえや。多分したと思うんで一回止めます。はい、一時停止。お、すごいね。これ多分タッチパネルになってるんで、回転できる。うわ、怖っ。ボブはもうこんなボブになってますね。近くにするとすごいっすね。やっぱり点の集合体なんですね。で、中はスッカスカ、こんな状態になりますね。うわ、おもろ。で、このディスプレイ左下に今現状のカメラ画面が映ってるので、おそらくこれをちょっと下の方に向けてあげればいいのかな。こんな感じにして、で今近すぎるになってるので、こんな感じ、ベスト良いの間に収まってますね。じゃあこれで再度スキャンを開始します。ポン。あ、すげえ、ちゃんと認識してくれた。うわ、怖っ。これはすごいねこんなにスキャナーって進歩してるんだね。すごすぎるわ。これは、これきっと初心者にもったいない機能の数々が搭載されてるんでしょうね。はい、ということでこれとっくに一周してると思うんで止めてきます。トン。うわー、できた。めちゃめちゃ綺麗。顎の下がちょっとない。そうだよね、下から映してないもんね。今カメラの方が高い状態になってるんで、この下の方はね全くないんですよね。このターンテーブル高さ上げとけばよかったんだけど、なんか下に引けばいいのかな。いいや、とりあえずこのまま OK にしたらどうなるか見てみますか。これ多分チェックのボタン押せばいいのかな、それすら分かんないんだけど。トン。おお、できた。タップしてモデルの処理へ、これ押せばいいのかな。また説明が出た。モデルハブに入ります。はい。
ユーザーが設定した融合メッシュ化のパラメータでモデルを自動的に編集します。あ、自動的に編集してくれるんですね。すごいですねこれ。とりあえず私は初心者なのでワンタップ編集をしてみましょうか。あ、高速と詳細がある。ちょっと7分待ちますけど詳細にしますか。じゃあ詳細で OK。 あ、処理が完了しましたね。やっぱり下の部分が穴開いて欠けちゃってますね。せっかくこうやってね画面があるのでちゃんと確認してスキャンしなさいってことですね。これ多分画面なかったらこういう状態になってるってこともわからないってことだよね。いやこれはすごいわ。これ髪の毛とかやばくないこれ。わすっご。スキャンを続行ってボタンがあるんでもう一回スキャンをしてみましょうか。スキャンを続行すると処理されたデータは削除されます。 OK。 前の残ってんのかな。なんかいる。なんかいるしなんか回転してるこれいいのかな、そのままスキャンして。ちょっとじゃあ台の上に乗せてやってみましょうか。こんな感じかな。ちょっと高さ出したんでボブの頭欠けちゃってますけどこのままスキャンを進めていきます。ポン。すごい、さっきのと合体されたちゃんとさっきのスキャンが生きてますね。これでなかった部分が補正されていくのかな。はい、ということで1周したんでスキャンを止めます。ポン。はい、モデルを見てみます。うわー、これで穴埋まりましたね。顔の下もある程度埋まったと思います。じゃあこれで OK と。またワンタップ編集すればいいのかな。詳細9分になった。じゃあ OK を押して9分また待ちたいと思います。処理が完了しましたね。うわー、きたー。完璧やん。これはすごいわ。ボブどうしたの。ボブ、青いボブが出来上がりましたね。でこれ OK の場合どうしたらいいんだろう。メッシュ化でいいのかな。穴埋めあるじゃん。ここに穴埋めありましたね。穴埋め自動にしましょう。で品質、ここでどれぐらい細かくするっていうのを選べる感じですね。ちょっと 0.2mm にしましょうか。で穴埋め自動で適用。 OK をタップすると編集されたメッシュモデル上書きします。そうですね、今ワンタップ編集したばっかりなので、はい、これ上書きしちゃうよと。これやってみましょう。まずはねいろいろ試してみるっていう。はい、処理が完了しましたね。見てください、穴が埋まりましたね。完全にいい感じのボブが出来上がってます。とりあえず最初の実験としては大成功ですね。これおそらく本体にもう保存されてるんだと思いますんで、まず PC の方にアプリケーションを入れてからだな。それからまたねいろんなスキャンをして遊んでみようと思います。ミラコを PC に接続して STL ファイルを出力します。出力したファイルをスライサーソフトで読み込んでみるとボブが横たわっていてかわいそうなので立ててあげましょう。何見てんだこら。ボブごときに時間をかけるのも面倒なのでサポートなしスピード重視で印刷してみました。それでもそこそこのサイズがあるので時間がかかります。はい、ということで印刷しました。黒ボブの誕生ですね。で白ボブと並べてみると、ちょっとねあらは実はあるんです。これはね自分のスキャンの仕方が悪かったんですけど、例えば頭の上ですね、ちょっとこっち粗いでしょ。あとね実際にこの裏、確かに裏をスキャンしてなかったんですけど裏にね大きい穴が開いてたのでモデルのね下をちょっと切りました。で穴を埋めた感じにしました。穴を埋める修正してもよかったんですけどスライサーソフトの時点で気づいちゃったのでとりあえずカットして印刷したって感じなんですけど、で印刷品質もねちょっとスピード重視してかなり落としました。なので結構ね粗が目立つような感じになってますけど、もちろんサポートなんかも全く使ってないのでちょっとこの辺のね立ち上がりの部分なんかは粗くなってますけれども、それでもこの精度ですよ。これはさすがにちょっとやばくないですか。とりあえずなんか容量は分かったので、このままね引き続きいろんなものをスキャンしてみようかなと思うんですけど、本当にねちゃんとスキャンすることですね。いろんな面をしっかりスキャンして、そうすればしっかりした 3D モデルが出来上がるので、あとは細かく印刷するのかスピード重視なのかっていうところを選んでいけばまず失敗しないのかなと思います。まずトラッキングを特徴からマーカーですね。で対象物、そっか、マーカーにしたら黒いっていうのを選べないんだね。はい、マーカーにして対象物は一般でカラーはオンのままと。これなんかさっきからさテーブルが映っちゃうじゃない。この平面消去オンっていうのにすればいいじゃんいいじゃん。これでいってみましょう。もうすげえ、マーカーの力すげえ。これマーカー最強なんじゃない、もしかして。とりあえずこれで止めてみようか。
あ、めっちゃすげえじゃんこれ。あ、終わりましたね。おー、すごい、できてる。あ、すごいすごい。あ、やっぱりだけどこの下の部分がね、そりゃそうだよね、下スキャンできてないもんね。次なる実験材料はこちらですね。ジョージくんです。スキャンする時ってやっぱりね、割と複雑な造形のものをスキャンしたいと思うんですけど、そもそも簡単なものだったら 3D モデルを作った方が早いので、どうしてもね 3D スキャンする対象のものってこういった複雑なものが多いと思うんですけど、家にあった唯一のフィギュアがこれだけなんで、もうジョージしかいなかったんですよね。ボブの次はジョージだっていうことで、こいつを実験に試してみたいと思います。うわー、もうなんか状況があまり良くないジョージくん、これ対象物一般だったら全然ダメなんじゃない？あ、一般だったらもうジョージくん映んないもんね。うん、やっぱりこれ黒いだね。黒いにしたら若干映るって感じですね。とりあえず実験としてやってみたいと思います。じゃあジョージくんには回転していただいて、じゃあスキャンスタートしていきます。さあどういった結果が得られるのか。うわー、すげえ、ジョージがちゃんと顔あるじゃん。ある、ちゃんとジョージの顔ありますね。おっかねー。でもやっぱこのね裏面なんかはやっぱりちょっと穴が開いちゃってますけど、背中の質感とかやばいっすね。ちゃんと頭ありますね。頭ほとんど黒いんだけど、触覚の部分若干ありますけど、先っぽまではちょっと感知できなかったかなって感じですね。かなり細いんでなかなか難しいですかね。なんかこれ戦った後のジョージみたいになってる。ほらこの辺ちょっと血まみれになってますね。でもすごい、これちょっと穴埋めして印刷してみようかな。はい、ということで一通り遊んでみましたので総評に移りたいと思います。まずね、本当にこいつねすごすぎるなんか今回は技術の進歩っていうのをね肌で感じることができました。まずこのボブの複製、これもね非常にうまくできたなと思いますし、これを皮切りにこのジョージ、本来であればこういったねちょっと黒っぽいものはパウダーを使ったりスプレーを使ったりね、それでスキャンしやすいような状態を作ってスキャンすべきなんですけど、今回私は何も持ち合わせていなかったので、先ほど紹介した通りそのまんまスキャンしてみたっていう感じなんですけど、それでもこのジョージくんですね、それなりにうまくスキャンできました。見てください、この背中の質感、結構いい感じでコピーできているのではないかなと思うんですけど、すごいですよね本当に。だからこのスキャナー自体の性能っていうのはね本当にすごい。他のは使ったことないけどマジですごいなって思いました。で今回さっき言ったね補助具がなかったので、例えばこのジョージの触覚の部分だったりとか、これ片方ちょっとないですよね。サポートを外す時にちょっと指の部分折れちゃったりしたんだけど、それにしてもちょっと指の部分とかがこれ細い部分っていうんですかね、こういうところがやっぱり認識しづらくなっちゃってましたね。なので本来綺麗にやりたいよってことであれば、そういったものをね駆使してスキャンすればいいんだなっていうのは十分理解できました。でこの綺麗にスキャンをするためのテクニックというかいろいろな方法がねありまして、例えば何の変哲もないものを、これが丸い何の変哲もない丸い筒だったとして、それをねスキャンするってなると特徴がないのでなかなか難しいと。でそういったものをスキャンするのに、マーカーだったりとか、それをスキャンするために目印をね近くにこうやって置いて距離を絞ってねここだけを見るようにするとか、いろんなねテクニックがねレボポイントさんの動画ではね紹介されてますんで、もう気になる方はねそっちを見てみると結構使い方を理解できるかなと思います。で今回ね大きい電動工具なんかもねスキャンしてみたんですけど、こういう感じでミニチュア版ができます。で今回これ印刷精度かなり落としてスピード重視でやったんであんまりちょっと綺麗ではないんですけど、こんな感じでミニチュア版の何分の1スケールかわからんけど、こういったちっちゃいものをね作るってことも可能です。でスキャンできる大きさなんですけど、ちょっと車とかをね試してみたんですけど、窓ガラスがあったりとか
黒い部分も存在しているので、正直あんまりうまくスキャンできませんでした。例えばドア1枚とかそれぐらいの大きさになると、それこそマーカーなんかをね駆使すればうまい感じにスキャンできるのではないかなと思います。で結構ねスキャンした後にこのテクスチャですね、表面の材質なんかも表示させることができるので非常に面白いです。で最後にもう一つ、これはねちょっと動画では映せなかったんですけど、人物ですね、顔のスキャンをすると本当に面白いです。スキャンしたものを印刷すると自分のね模型みたいのができるので、ちょっと怖いですけどね、このボブが自分になるわけですよ。自分の顔のボブができる。何言ってんだ俺。結構面白いなって思いました。で今回ね紹介したこのレボポイントさんのミラコは高額なモデルになるので、ちょっと尖った趣味をお持ちの方じゃないとなかなか投資できる金額ではないんですけれども、レボポイントさんのね製品の中にはもっともっとね安い、手を出しやすいスキャナーなんかも販売されてますので、もし気になる方はねそういったものからスタートしてみるっていうのも一つの手かなと思いました。スキャナーなので物をコピーするっていう点では絶対に劣化は避けられないんですよね。例えばある文章をコピーするとか PDF にするとか、そういったことを繰り返していくと絶対にどんどん劣化していって元の文章より必ず汚いものになっていくので、そういった点ではねスキャンっていう行為は劣化は避けられないんですけど、でもこいつはねスキャンで結構これだけの精度を出すことができるので、人物の顔なんてね本当にそのまんまで映ってくるのでマジでちょっと怖いです。であと PC に接続した後の編集なんかも、ソフトウェア的にも素晴らしいものかなと思いました。で強いて言うならスマホのアプリですね、アプリだけがねちょっと連携できなかったんで、私のやり方が悪いのかなんかいまいちねちょっと連携できなくて、そこだけがちょっと残念だったなと思うんですけど、ソフトウェア関係はもしかしたら今後のアップデートでまたさらに良くなっていく可能性があるので、あんまり気にはしてないんですけどね。今回のミラコに関しては、本体でいろいろもう編集まで全部できちゃうので、やっぱりねこの手元でどうなってるか確認しながらスキャンできるっていうのは本当に強いなって思いました。これが例えばパソコンがないと見られないとかね、そういう状態になってくると逐一パソコンをチェックしなきゃいけないんで、それこそノートパソコンだったりスマホの連携っていうのがね必要になってくるのかなって思うんですけど、その点もねかなり優れてる点かなと思いました。で最後にもう一つだけ、一番良かった点っていうのはやっぱりね楽しいんですよね。趣味が合致する人じゃないとこの楽しさはね共有できないかなと思うんですけど、本当にねスキャンしてたらね時間を忘れる。そしてこいつが充電切れになる。充電2時間ぐらいしか多分持たないと思うんで結構バッテリー切れちゃうんですけど、急速充電すればねすぐ復活するので、または USB 差しっぱなしで運用できる環境であれば差しっぱなしでスキャンしていただいてもいいんですけど、そんな感じで楽しさを提供してくれる機械かなと思いました。で今回紹介したレボポイントさんのミラコ、こちらはねまた概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。もしかしたら割引値引きクーポンももらえるかもしれませんので、もらった際には合わせて貼っておきます。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。